今回はブレスト、マックス・ホロウェイの紹介後編をお送りします。前編は先日アップされておりますので、まだご覧になられてない方は前編からご覧ください。フェザー級で敵なしの状態となったホロウェイは次なる目標として2階級制覇に挑戦します。2019年4月、1階級上の UFC ライト級暫定王座決定戦として当時ランキング3位ダスティン・ポイエーとの再戦が決定しました。当時 UFC ライト級正規王者ハビブ・ヌルマゴメドフはコナー・マクレガー戦後の乱闘による出場停止期間中のため防衛戦ができないとして UFC ライト級暫定王座決定戦が行われることになりました。ダスティン・ポイエーは巧みなボクシングテクニックを軸にフィニッシュを量産する全てが非常にレベルの高いオールラウンダー。ウェザー級からライト級に階級を上げると覚醒し、元 UFC ライト級王者アンソニー・ペティス、後の UFC ライト級暫定王者ジャスティン・ゲイジー、元 UFC ライト級王者エディ・アルバレス相手に3連続フィニッシュ勝利を挙げており、ローカル時代を含めてキャリア10年で初のタイトル挑戦までたどり着きました。また、ホロウェイとポイエーは7年前にフェザー級で対戦しており、ホロウェイは当時 UFC デビュー戦、ポイエーはすでに WEC、UFC で実績を積み、当時ランキング7位と格上として対戦し、1ラウンド早々にマウントからの三角十字で一本負けを喫しており、大きな実力差を見せつけられておりました。試合前、ホロウェイは、UFC が私にライト級の契約書を送ってきたんだ。もし彼らが私にフェザー級の契約書を送ってきたら、私はここにフェザー級としていただろう。でも彼らはそうしなかった。私が世界でナンバーワンのパウンド4パウンドファイターになるために、一歩でも近づくのであれば何だって契約するし、それにサインするよ、と話しておりました。試合はホロウェイがポイエーのパンチでぐらつかされる場面を見せるも、驚異的なスタミナで最後まで手数を止めなかったものの、フィジカルさのあるポイエーの圧力と打撃に苦戦し判定負け。ホロウェイは UFC ライト級暫定王座獲得に失敗し、連勝記録は13でストップ。2階級制覇達成はなりませんでした。試合後ホロウェイは Twitter で、人生は滑り台とはしご、浮き沈みの連続だ。次の大きなはしごに登るために滑り降りなきゃいけないこともある。我々は今後も戦い続ける。ダッシンとジョリーおめでとう。もっと前からベルトを巻くべき人だった。ダイヤモンドは永遠に、とコメントしました。ポイエーとの激闘からわずか3ヶ月後の2019年7月、UFC フェザー級タイトルマッチとしてフランク・エドガーとの対戦が決定しました。フランク・エドガーは元 UFC ライト級王者、2010年当時ライト級世界最強の BJ ペンから王座を奪い、UFC ライト級王座を3度防衛。フェザー級転向後は当時絶対王者ジョゼ・アルドの持つタイトルに2度挑戦し、獲得には失敗しているものの、フェザー級トップランカーを次々と撃破。過去にホロウェイの UFC フェザー級初の防衛戦として対戦が決定していたものの、エドガーの負傷欠場で流れておりました。試合前ホロウェイは、チャンピオンはチャンピオンであり、キングは自分の領土を守るのがキングだ。つまりベルトを防衛するということ。それこそが本当のキングであり、私がこの階級に戻ってきてやりたかったことだ。その時が来ればライト級に再挑戦する。再挑戦したければ10連勝しろと言われればそうする。俺が仕事を恐れていないことはみんなも分かっているだろう。ポイエー戦は俺の歴史だ。みんなは俺の試合を振り返ってみてほしい。俺は毎試合ごとに進化している。ポイエー戦の時の俺が今俺の目の前に現れたら今の俺が勝つ。鳥が空を飛び、魚が水の中を泳ぐように私は戦う、と話しました。試合はぐらつかせる場面を見せ、スタンドの打撃で圧倒し、判定勝ち。ホロウェイはフェザー級3度目の王座防衛に成功しました。試合後ホロウェイは、この階級は俺のものだってことを世界に知らしめられたと思う。まだまだ俺の勢いは止まらない。エドガーは本物のファイターだ。彼がいたから俺はここまで来れた。エドガー、やっぱりやばかったな。俺はフェザー級世界一ではなく、パウンド4パウンド世界一を目指している。エドガー戦はその目標を達成するためのステップだった。俺は7ヶ月で3回タイトルマッチをしてきた。年内にもう1試合したいが、あらゆる検査をしないといけないし、今後について考えるのはそれからだ。俺には小さな子供もいる。トップにとどまるためにもドクターに見てほしい、と話しました。2019年12月、フェザー級4度目の防衛戦として、当時ランキング1位のアレクサンダー・ボルカノフスキーとの対戦が決定しました。ボルカノフスキーは当時 MMA 戦績20勝1敗の17連勝中、強烈なローキックとフック系のパンチから繰り出されるコンビネーション、そして強靭なフィジカルから繰り出される強力なテイクダウンからのグラウンド&パウンドを武器に無尽蔵のスタミナから常に攻め続けるオールラウンダーです。前戦ではフェザー級のレジェンドジョゼ・アルドから判定勝ちを挙げており、 UFC7 連勝でタイトルマッチにたどり着いております。アレクサンダー・ボルカノフスキーの動画は過去にアップしておりますので、概要欄からぜひご覧ください。試合前ホロウェイは、ここは UFC だ。2週間ごとに新顔がやってくる。俺はここにいる。ここに居続ける。
誰と対戦させようと戦ってやる。ここに今俺の息子が来ている。経験をさせているんだ。この生活がいつ終わるか俺たちにはわからない。人生経験だよ。いい時もあれば悪い時もある。息子はまだ7歳だ。俺が USC の契約を手に入れたその日に生まれた。文字通りこの人生に生まれ落ちてきたと言えると話しました。試合はスタンドで一進一退の攻防を繰り広げたものの僅差の判定負け。王座から陥落し、フェザー級での敗戦は約6年ぶりとなりました。試合後ホロウェイは負け惜しみを言うような人にはなりたくない。映像を見ていないから何が起こったのかわからない。1ラウンドは手探りだったが2ラウンド以降は物にしたと思っていた。だがジャッジはそう見てくれなかった。勝敗をジャッジに委ねるなだ。最も重要なのはジャッジ3人の意見であり、彼らは私のやり方とは異なる見方をしていた。だから仕方がない。私たちは戻ってくる。私はまだ28歳だし、戻ってくる準備ができているよ、と話しました。2020年7月、新型コロナウイルスが世界中に感染拡大するさなか、PCR 検査をクリアした USC 関係者のみ入ることが許されたアブダビのファイトアイランドにて、ダイレクトリマッチとなるアレクサンダー・ボルカノフスキーとの USC フェザー級タイトルマッチが決定しました。試合前ホロウェイは、練習はすべてコーチとズームを通して行っていた。もしジムにいることがバレたら、ロックダウンなどがあったから、私たちみんな逮捕されていたかもしれない。もしジムに行っていたら、私にとってはその方が犠牲が大きかった。スパーリングは大好きだ。でも今回の制限されたキャンプで目が覚めたんだ。もはやスパーリングをする必要はない。パンチやキックの方法を知っているし、それを組み合わせるやり方も理解している。普段だとキャンプのたびに新しい怪我をしている。常に怪我はつきものだが、今回は新しい怪我はしていない。正直言って、まだ自分がチャンピオンだと感じているし、チャンピオンのように愛されている。だからチャンピオンのような試合をしないといけない、と話しました。試合は、ホロウェイが何度かボルカノフスキーをぐらつかせる場面を見せるも、ボルカノフスキーは後半に追い上げ、手数で勝り、僅差でスプリットの判定負け。ホロウェイは、ボルカノフスキー相手に連敗を喫し、王座奪還に失敗しました。しかし、海外の MMA メディアサイトの採点では、27人中18人の記者がホロウェイ勝利を支持。ファイター、関係者の SNS でも、ホロウェイ勝利を支持しておりました。USC フェザー級で的な主状態だったホロウェイでしたが、ホロウェイ相手に着実にポイントを取って試合を優勢に進めるアレクサンダー・ボルカノフスキーの出現は衝撃でした。2021年1月、待機戦としてランキング6位のカルビン・ケイターとの対戦が決定しました。カルビン・ケイターは当時 MMA 戦績22勝4敗。マサチューセッツ州 MIA ディビジョン1レスラーとして活躍したレスリングエリートながら、試合では打撃を軸に勝負するストライカーです。2020年5月、当時ランキング7位のジェレミー・スティーブンスにカウンターの打ち下ろしの強烈な右肘でダウンを奪い TKO 勝ちすると、前戦の当時ランキング10位ダンイゲ戦でも打撃で優位に立ち判定勝ち。タイロン・ウッドリー、ヘナン・バラオン、クリス・ワイドマン、ルーク・ロックホールドなど、一度王座陥落すると負けが続いてしまう元 UFC 王者が多い中、連勝中で勢いに乗っているケイターとの対戦は、ホロウェイにとって大きな試練でした。試合前ホロウェイは、ボルカノフスキー戦の判定は仕方がないことだよ。私個人としては、勝ったかどうかは重要ではないと思っている。私にとって最も重要なのは、多くの人たちがどう思っているかということだ。USC や世界中の人たちの80から 90% は私が勝ったと思っているし、それが大切なことだよ。結局のところ、どんな仕事であっても何を大事にしているのかは自問自答しなければならない。お金のことなのか、会社のことなのか、もしくはそれ以外に何を気にしているのか。私にとって大事なことは仲間からの尊敬なんだ、と話しました。試合はブライアン・オルテガ戦の UFC 有効打数記録を塗り替える445発の有効打をヒットさせ、2006年ぶりとなるジャッジの一人が50対42のスコアをつけ、一方的な内容で判定勝ち。また、ホロウェイが出した打撃数は25分間で744発と約2秒に1発当て数を出している驚異的な試合となりました。試合後 USC 代表デーナ・ホワイトはケイターのセコンド陣にケイターをすぐに病院に連れて行け、誰とも会話せず立ち止まったりせずすぐに救急車で病院へ行かせろ。ケイターはこの試合でダメージを受けすぎだ。怖い。試合後にどこかで死んでしまうやつだ。と話すほどの一方的な試合でした。また、現地で観戦していた MMA 戦績29勝0敗で引退したハビブ・ヌルマゴメドフは、ホロウェイはすでに最高の選手だけど、まだ29歳。これから彼の全盛期が来る。もっとすごい選手になるポテンシャルを秘めている。と絶賛しておりました。試合後ホロウェイは、ケイターには尊敬の念しかない。奴は何でも受け止める。俺はマウスピースを噛み締めて、ミスターロボットとかして殴り続けた。ケイターはやばいやつだけど、ブレストエクスプレスは車輪が落ちるまで走り続けるのさ。
レフェリーが止めない限り、俺はずっと進み続けるし、ブレーキはなしだ。人は脳を一つしか持っていない。だからトレーニングキャンプでは頭部にダメージを負うスパーリングをする必要はないんだ。これまで十分にスパーリングをして、十分にトレーニングをして、どうやって殴るかは分かっているし、どうやってパンチをスリップさせればいいかも分かっている。なんでメインの試合の前に不要なダメージを受けなきゃならないんだ。なんでみんな俺のゲーム配信のコメントで俺にトレーニングしろと言ってくるんだ。俺はトレーニングをしてきたんだよ。ゲームをプレイするときは放っておいてほしい。新進気鋭の選手に対して教えなきゃいけないことは、賢くやれ、ダメージを少なくする方法を考えろということだ。脳を守って MMA を長く続けたいんだよ。俺はもっと子供が欲しいから子供のためにも長く続けたいと話しました。試合後の会見でデーナ・ホワイトは、マックス・ホロウェイにはボルカノフスキと3度目の対戦をするチャンスを与えるべきだと思う。チャンピオンはトップ5に狙われる。トップコンテンダーはトップ10に狙われる。8位の方が3位より危険なこともある。そしてホロウェイは多くの人から倒されると思われていた6位のカルビン・ケイターに見事な勝ち方をした。ボルカノフスキーはこの試合を見ていたと思う。そしてボルカノフスキーはマックスが再び王座に挑戦することを否定できないだろうと話しました。2021年11月1日、ホロウェイは息子のラッシュ君、プロサーファーである奥さんとハロウィンで鬼滅の刃のコスプレを披露し、SNS では話題となっておりました。そして2021年11月14日、ランキング3位のヤイール・ロドリゲスとの対戦が決定しております。ヤイール・ロドリゲスは MMA 戦績12勝2敗、テコンドーをバックボーンに持ち、トリッキーな打撃を軸に戦うストライカー。UFC デビュー以来6連勝を挙げ、レジェンドの BJ ペンにも TKO で勝利しており、UFC で8勝1敗の好成績を挙げております。コリアンゾンビことジョン・チャンソン戦では壮絶な打撃戦を繰り広げ、打撃でやや押され気味の展開だったものの、5ラウンド残り1秒でコリアンゾンビのパンチをかわして放ったトリッキーなエルボーがビッグヒットし、コリアンゾンビは失神。大逆転 KO 勝利を飾り、インパクトのある試合を見せつけておりました。ランキング1位のホロウェイとランキング3位のロドリゲスのこの試合は実質 UFC フェザー級次期王座挑戦者決定戦。勝者はおそらく現王者アレクサンダー・ボルカノフスキーの持つフェザー級王座に挑戦することになり、ホロウェイは絶対に落とせない一戦となります。アレクサンダー・ボルカノフスキーはホロウェイに2連勝した後、2021年9月、ランキング2位のブライアン・オルテガと2度目の防衛戦を行いました。強烈な決めを持つオルテガのギロチンチョーク、三角締めが炸裂する場面を見せるも、耐えしのぎ、ボルカノフスキーが5ラウンド常に攻め続け圧倒。ボルカノフスキーは2度目の王座防衛に成功し、世界にとんでもない強さを見せつけました。マックス・ホロウェイとアレクサンダー・ボルカノフスキー、フェザー級世界一を争うとんでもない化け物同士の3度目の戦いを期待しております。以上です。UFC ファイターズ間シリーズ16人目はマックス・ホロウェイを紹介しました。今後も各階級の王者、トップランカーなど紹介していきたいと思っております。いいね評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。